介護って必要な仕事じゃないの？この先どうなってくても介護サービスが受けられない介護の基本。介護は必要な仕事ではあるのですが、介護に携わった人が幸せになるかというと別の話です。介護サービスは地方では受けられない人どんどん増えていくと思います。東京とか都会であれば集団で住んでいるとか、高齢者マンションみたいなのがあったりとかっていうのでコスパはよくできるんですけど、介護が必要な人が1軒いて、次の家まで移動で30分かかりますみたいになって、その1日あたりに見れる件数というのが、せいぜい3件4件だよねってなってしまうと、介護保険料としてその事業所がもらえる金額っていうのは対処した人数によるので、こんだけ人が離れてたら、もうこの金額だと太刀打ちできないよねっていうので、こんな給料低いんだったらやらねえわっていう人が増えてしまい、結果として介護をやる人がいない地域というのは今後は日本ではどんどん増えていくと思います。なので、介護サービスが受けられないという地域は出てきます。で、これは日本が崩壊するわけじゃなくて、地方で崩壊するだけです。コンパクトシティ化している都会は普通に介護を受けられるので、なので介護を受けたい人はコンパクトシティ化した都市に行くしかないよねっていう選択肢を迫られてくると思います。今のコンパクトシティ計画って、コンパクトシティに行ってくださいねって行政が言ってるけど、行かなくてもいいじゃん、行きたくないよ。俺は生まれ育ってずっと住んできた家に住みたいよっていう人たちが大勢いるんですけど、そのままだと介護は受けられないし、買い物とかもしてくれないから飢え死にしますよ。で、飢え死にするのとコンパクトシティに引っ越すのどっちがいいですかっていう、喉元にこう、刃物を突きつけて選択するみたいな、そういう状態に今後介護についてはなるんじゃないかなというふうに思ってます。介護業界で働く人がどんどん減って崩壊していくと思う。看護サービスを受けたい人が受けられないことがここに出てくると思う。まあ、そうなんだと思います。みんな介護業界についてみんな風に主張してると思う。介護の仕事は誰でもできる。スキルいらないという意見を見るが、みんなが嫌でやりたくない仕事は給料が高くなってもいいのかな。みんながやりたくない仕事なんだから給料が高くなってもいいのにと思う。介護年収900万でみんなやりたくなるかしら。税金から出てる仕事なので、基本的に給料が高くなることはないです。あくまで介護をしている人の給料というのを一般の人が働いて社会保険料って形で入り、それが介護士の給料というのになっているので、なのでその仕事が給料が高くなるということが基本ないので、社会にとって必要な仕事だったとしても給料が上がらない仕事なので、収入を高くしたいのであれば介護業界を辞めた方がいいと思います。僕は基本的に介護業界で働くというのは進めません。はい。もうボランティア的なやりたいと思える人が熱意でやる仕事だと思ってるので、体も壊すし、基本的には人が一生懸命たどしかやる仕事っていうのから遠い仕事なんじゃないかなと思います。保育士とかって給料低いんですけど、子供ができることが増えていって、だんだん成長していって、卒業していった子供とかがたまにこう帰ってきて、何々先生とかって言って楽しさがあるんですけど、介護って関わった人がどんどん死んでいく仕事なんですよ。良くなることはまずなくて、どんどん悪化していくんですよね。子供の場合はいろんなことを教えたらできるようになって成長して、教えたことが役に立ったっていう実感も得られやすいんですけど、介護の場合って教えたことがだんだんできなくなり、やれることがだんだん減っていき、すげえ手間をかけて世話をした人も認知症が入ってガチ切れされたり殴られたりとかするんですよ。もう意味わかんなくないですか？安い給料の中、すごい努力をして、その人のためになると思ってやったのに、その努力の結果が、殴られる、暴言吐かれる、セクハラをされるとか、何それってなるので、もちろん介護をする人は社会に必要だよねというのは、その通りだとは思いますと。ただ、その仕事をやるというのが耐えられない人は、僕はやらない方がいいんじゃないかなと思っています。はい。大学卒24、去年の6月、人手不足により看護職に移動しました。しかし給料が低くモチベーションがありません。転職活動した方がよろしいでしょうか？はい。ちなみに保健体育の教員免許も持ってます。これ社会にとって介護の職員、介護の仕事をする人は必要なんですけど、体を壊すまで肉体労働し、体を壊すとそこで働けなくなり、そして給料がほとんど上がらないっていう仕事なので、構造上その職業を選ぶのはお勧めしません。そういう人が社会にとって必要だよねっていうのは僕も同意なんですけど、社会に必要なのかどうかと、それを僕がやるかは別の問題なんですよ。介護の仕事も必要なんですけど、ただ給料上がんないからね。で、体壊したらもうその介護の仕事もできなくなって、他のスキルが全くない状態で肉体労働ができない40代のおっさん出来上がりなんですよ。もちろん施設によっては全然幸せな施設もあると思うんですけど、ただ基本的には僕は肉体労働というのを長期間やるべきではないと思ってる派閥なんですよ。
長距離運転とかであれば、ある種肉体労働ではないと思ってるんですよ。タクシーの運転手さんって70代、80代とかもできるじゃないですか。介護の仕事って、重い人間を持ち上げるというのが業務に含まれているので、腰が痛くなったとしたら、マジ働けないんですよ。運転もね、腰痛いと大変だと思うんだけど。っていうので、肉体労働それ自体が、そのキャリアパスの中にずっと含まれてるっていうのが良くなくて、例えばじゃあ建築会社に勤めていて、最初はその肉体労働してるけど、そのうち現場監督になりますとか、キャリアパスが作られてるならいいんですよ。現場監督になって、現場の指示してるだけで、別にもう重いものとか持たなくていいですっていうののキャリアパスだったら、若いうちは肉体労働でも全然いいんですけど、キャリアパスがないっていう仕事っていう意味でいくと、僕は介護は結構微妙なんじゃないかなと思ったんですよ。もちろん施設管理者とかになって、経営側に行ければいいんですけど、経営側に行くっていうのは結局お金を持ってないといけないので、で、マネージャーの資格持ちだとしても、結局現場やらされるんですよね、介護って。サッカーの吉田選手が言うように、日本は住みやすくて生きづらい。確かに外国と比べ日本は嫌な人が多いけど、いや、別に嫌な人は多くないっすよ。赤の他人のいいやつに出会う機会は、確かに日本以外の多いです。なんか困ってる人がいたら、とりあえず助けようとする人がわらわら集まるのが日本以外の国で、で、日本の場合って困ってる人がいたとしても、様子見するんですよね。明確に困ってるというのが伝わらない限り、これ声かけていいのかなみたいな。おじいちゃんおばあちゃんとか、子供とか、妊婦が困ってたらみんな行くんですよ。でも、若い女の子が困ってそうに見えた時って、おっさんが介入するとさ、余計ややこしい問題になる可能性あるじゃん。例えばじゃあ子供が泣いてました。小学生の女の子が泣いてました。僕多分声かけるんですよ。どうしたんですかみたいなので声かけると思うんですけど、その20代前半の女の方が泣いてました。で、これ声かけたら、面倒なことになる可能性あるじゃないですか。ちなみに小学生の女の子に声かけても、これも面倒な可能性あるんですけど、通報されて49歳の髭を生えたおっさんに声をかけられたみたいな案件になる可能性があるんですけど、なんかね、リスク多いんですよ。で、男の子に声かけたとしてもなんかそういう可能性あるんですけど、でも他の国だと割と別に異性とか子供とか関係なく、困ってそうだから声かけたっていうだけの人って結構普通にいて、あ、そうなんだ、ふーんっていう。だからそういう意味でいくと、親切を親切としてやりやすい国ではあるなと思うんですよ、他の国は。日本の場合はね、親切をやろうとするとね、やっぱ案件になるんですよね。なので案件を避けようとすると、様子見をしちゃうっていう。いやでもね、外国はね、やっぱね、マジでね、さらわれるんですよ。そういう事件あるんですよね。パリの場合も子供は基本的に親とか保護者同伴じゃないと。外出してはいけないっていうルールになったりしてるとか、あとアメリカもハワイとかもそうだし、まあ州によってはその子供一人では外出できないっていう州があったりする感じで。なので、そういう意味でいくと日本の方が安全ではあるんですけど、ただ親切をやろうとすると結構ハードルが高い部分があるっていうのがあります。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。